クルド人の町、ワラビスタン。山林生活。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。蕨駅に来ております。蕨駅は蕨市と川口市が近くにあります。この近辺は中国人も多いですが、在日クルド人が多く住んでいるようです。現在、日本全国に2000人のクルド人がいるそうですが、そのうちの7割が蕨駅界隈に住んでいるようです。そのためこの地域をワラビスタンと呼ぶようになったそうです。そもそも川口に外国人が多い理由は家賃が安いのもそうですが、外国人労働者を受け入れていた背景があります。川口は工業の町で中小企業が多く、外国人が働く場所がありました。それにより外国人が住むようになったそうです。それ以降は同郷の人をつてにどんどん集まり、コミュニティが出来上がったんだとか。蕨駅の西側、飲み屋街で蕨スタンの雰囲気はありません。この辺りにモスクもあるようですが、外観からは判断できませんでした。そもそも蕨スタンっぽさって何なんでしょうか。なんとなく中東のイメージをしていましたが、クルド人とトルコ人とイラン人、私には区別が全くできないんです。なんとなく中近東あたりにいる人たち、それぐらいの印象しかありません。トルコやイランはある程度知ってますが、クルド人についてはよく分かってません。クルド人についてですが、国を持たない民族と言われています。クルド人が住んでいた地域はチグリス川付近、四大文明のところですね。昔はオスマン帝国がその付近を統治していました。でもオスマン帝国はそこに住む人たちに自治権を与えていたそうです。そのためオスマン帝国の中にクルド人の国がありました。そこはクルディスタンと呼ばれていました。しかし第一次世界大戦でオスマン帝国が敗れると、勝利国のイギリス、フランス、ロシアにオスマン帝国の分割が行われ、クルディスタンはバラバラになってしまいました。トルコ、イラン、イラク、シリア、この辺りのぐちゃぐちゃってしたところに分断されてしまったわけです。クルド人からすれば国を主張したい。でも周りの国は認めたくないのでしょう。結果的にクルド人の迫害があるようです。日本にいるクルド人の多くはトルコ国籍の人らしいです。日本とトルコは友好国です。そのためお互いビザが免除されています。3ヶ月以内の滞在であればビザ不要なので、そのまま3ヶ月以上滞在し、不法滞在しているクルド人もいるようです。その人たちが難民申請をしており、それがちょっと問題になっているようです。日本とトルコの友好関係は230年前のエルトゥールル号遭難事件からです。クルド人の迫害を認めてしまうとトルコを悪く言うことになります。そんなわけでこの件は触れたくないのでしょう。日本としては知らぬ存ぜぬで通しているようです。個人的にもトルコは好きです。行ったことないけど料理とか美味しいし、文化もいいですよね。ちなみにこちらは蕨市内にあるトルコソープランドです。トルコとはそのような関係のため、日本は難民認定はしづらい立場なのでしょう。そもそも日本の難民認定は消極的で、認定されるのは 1% にも満たない狭き門なんです。そんなわけで在日クルド人問題は全然解決しないようです。在日クルド人が多くいる町、蕨、川口ですが、そういった雰囲気はありません。確かに中東系っぽい人が目立ちますが、街は至って普通です。
悪さをすれば収容されるか強制送還となり、そして在日クルド人への偏見を助長させ、同胞らにも迷惑をかけることとなる。そのため息を殺して生活をしているのでしょう。駅前にある飲食街、スナックにキャバクラ、風俗店が密集しています。全然ワラビスタンな感じではない。ワラビスタンっぽい場所はこちらでしょうか。日本クルド文化協会。この付近にクルド人が多くいる証拠です。せっかくワラビスタンにいるわけですので、それっぽいのを食べたいと思います。トルコ料理、クルディスタン料理を提供している店がありました。お酒を注文しました。こちら、ラクと呼ばれるトルコの蒸留酒です。原料はブドウ。ワインを蒸留し、アニスを足してあるようです。アニスは加水すると白濁します。このラクは蒸留酒の祖になります。蒸留酒はメソポタミア文明が始まりです。ちょうどクルディスタンのある地域がメソポタミア文明のあった場所です。そこで作られたのがアラックという蒸留酒でした。それは海を渡り伝来し、イギリスではアクアビット、モンゴルではアルヒ、ネパールではラキシー、ブータンではアラ、インドネシアではアラック、そして日本ではランビキと中東から日本まで伝来したわけです。つまりラクはトルコ焼酎ってことです。イスラム教では飲酒は禁忌とされ、販売すら禁じられる国もあるんだとか。トルコもイスラム教の人が大半ですが、イスラム教には派閥があり、オスマン帝国では飲酒は寛容だったんだとか。そのため現代でもトルコは飲酒文化が残っており、この手の酒も製造販売ができるようです。ラクはシロックというフランスのウォッカの味がします。アニスで味付けをしているのは蒸留技術が未熟だった頃の名残で、香り付けして臭みを消しているのでしょう。アニスが強めなのでアブ酸に近いです。ただ甘さはかなり控えめで、アニス味のシロックって感じでしょうか。アニスの匂いが苦手な人はダメかもしれません。私はアブ酸が好きなので美味しく飲めます。トルコに行った時にまた飲んでみたいですが、現地では密造酒が出回っているんだとか。粗悪なだけであれば良いのですが、メチルアルコールが含まれるものもあるようで、死者も出ているんだそう。海外はビールの方が良さそうですね。こちらシシケバブです。やっぱり羊肉は美味しいですね。クミンの味とマッチします。米とサラダがぐちゃぐちゃってなってるやつ、日本だとこういうのないですよね。米がサラダ感覚なのが新鮮です。イスラム圏は酒が飲めないので興味を持っていませんでしたが、トルコであれば酒も飲めるようです。羊肉も美味しいし、もっと違うトルコ料理も食べてみたいので、次の旅行先はトルコでしょうか。ワラビスタン、普通の街でした。お店の利用者が全員外国人で日本語話していないので、なんか海外気分が味わえます。海外旅行に行けない今、ちょっと中東気分を味わえるワラビスタンに行ってみてはいかがでしょうか。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。